ローンチ東京の藤田浩二です。はい、じゃあ、今度はテンパリングですね、やっていきたいと思います。テンパリングって何やって言われても一言で言いにくいんですけども、チョコレートって今は、固まってます。でも固まってるんですけども、これを一旦溶かして温度を調節しながらある一定の温度まで、温度を落としていく作業をしないとチョコレートって固まらないんですよね。ですけど今回は溶かしながら温度を下げていくっていう作業を同時に行っていくような作業になります。通常だったら、こういう湯煎があってこういう同じどうやっていうんですかね、ステンレスのボールとかで溶かしていったらいいんですけども、急激な温度変化ってチョコレートって嫌がるんですよね。ですからチョコレート自体を、ゆっくりと溶かしていく意味で今回は耐熱ボールの方を使っていっています。はい、でこれしばらく温度がね、熱伝導が悪いのでプラスチックなんでしばらく時間はかかります。でできるだけちょっと縁に薄めに敷いていただいて、これは、僕ら使ってるパティシエが使っているチョコレートになるんで、こういうちょっとドットがちっちゃいものになるんですけども、皆さんが、使用されるものでしたら通常コンビニとかで売られてる板チョコとかそういったものを細かく割っていただいて溶かしていただいてもいいと思います。そっちの方が薄っぺないので溶かしやすいと思います。はい、でこれしばらくちょっと見ながら溶かしていきますね。徐々にだんだんゆっくりと溶けてはいくんですけども、今は下手にいじらないでください。焦ってここでいじってしまうと、一旦溶けたチョコレートが溶けてないチョコレートについて固まろうとします。温度が落ちるんでね。チョコレート自体も、お好みなんですけども、ミルクチョコレートって溶かす温度であったりとか落としていく温度で作業する温度帯っていうのがすごいダークチョコレートに比べて粉乳が入ることによって温度設定がシビアになるんですね。障害物が増えると思ってください。ですから、こういうダークチョコレートを使う方がまだ純粋って言ったらちょっとおかしいですけど、障害がない分温度調節しやすいということですね。よりタフってことです。でこうやって底の方も若干溶け始めました。あと気をつけてほしいのは湯煎の温度なんですけども、これは今沸騰しようとしている弱火のお湯です。で耐熱ボウルなので直接温度伝わってくるって言ってもそこまで熱くならないんですけども、皆さんよくやってる溶かし方っていうのは、お鍋で沸騰させたお湯にボコボコ沸いてるのにステンレスのボウルでそのままつけてゆっくり溶かしていこうとする、感じなんですが、それってすごい熱い温度でチョコレート溶かしていってるのでチョコレートの、もう言ったら成分がおかしくなろうとします。ですから、溶かそうとも固めようとしてもなかなか固まらなかったりする現象も起きたりもしますし、こういう蒸気がチョコレートの中に入ってこうもったりとした感じのチョコレートに仕上がったりもしますので、チョコレートって水分嫌いなんで湿度もですからそれができるだけチョコレートにあんまり入らないようにしてくださいね。でこれぐらいの時にだんだん混ぜていきます。で通常ダークチョコレートをテンパリングするのに一旦溶かしてテンパリング取るときっていうのは上限が50度ぐらい、温度を落とさないといけないのが24度とか5度とか6度とか、そのぐらいチョコレートによって若干違うんですけども、そういう作業をしてで作業しやすい温度帯の30度から32度ぐらいまで温度調節していかないといけないんですね。ですけどそれをこう温度溶かしてまた下げて、作業しやすい温度帯に持っていく作業っていうのはちょっとリスクも出てきたりもするので、これは溶かして溶けてないチョコレートで要は温度を落としてると思ってください。ですから同時進行なんですよね。でそれで間のその30度から32度ぐらいとかの温度帯まで調整するっていうことです。でこうやって絡めていただいてまた溶けたチョコレートがちょっと粘つくっていうかまとわりつきが硬くなってくると温度が落ちてる証拠なので、また湯煎で周りをちょっと溶かしていくって感じです。これの繰り返しでできるだけ溶けるギリギリぐらいの状態です。それがだいたい30度から32度ぐらいで、最悪どうやってですかね、昔の
ショコラティエって温度計使わなかったんですけど、その時って唇の下唇とかにゴムベラについたチョコレートを当てて温度を測ってたんですね。だいたい唇の温度帯が28度から30度ぐらいの唇の温度なので、同じぐらいの温度帯を確かめるために唇に当ててました、チョコレートを。ただ今も衛生上でそういったところが、見られると気まずいので、そういう作業をやってる方っていうのは少ないと思います。傍から見たら何味見してんねんと思われると思うんですけどね。でこうやって溶かしたのを絡めていく作業をペースをねちょっと速くしすぎると温度が高くなりすぎて、要は温度を下げようとする溶けてないチョコレートよりも溶けたチョコレートの温度の方が上回ってしまって、テンパリングが崩れる外れるとかっていう、もうチョコレート固まらなくなっちゃうんですよね。ですからあまり焦らないでください。チョコレートって作業をする上で扱いとしては、デリケートなんですけども、急なことが嫌いです。急に固めたりとか、急に溶かしたりとか。ですから気長にちょっと作業をしていただくっていう方がいいと思います。チョコレートはね僕らに合わせてくれないんで、チョコレートに僕らが合わせてください。だからミルクチョコレートだと、溶かす温度とか、ホワイトチョコもですね40度ぐらいまでですから、こういう熱い湯煎余計に嫌がるんですよ。温度調節して、今度上げていって作業しやすい温度帯も28度29度30度とちょっと低いんですよね。ですから、ダークチョコレートよりも作業できる幅っていうか温度帯もシビアになってきますし、溶かす時の温度も気をつけないと、中に入ってる乳が角質化みたいな形で硬くなってしまったりとかしてダマになりやすいんですよね。ダークチョコレートは固まる力も早いんですよ。ですから作業温度帯自体はちょっと上なんで作業しやすいんですけども、室内が、涼しかったり寒かったりすると早く固まろうとするので、早く作業をしないといけないっていうちょっとデメリットもあるっていう。でこういうゴムベラでね周りに吸っていくっていうか、溶けようとしているチョコレートをこうなじませるように吸ってるっていうんですかね、こう鳴らしてるような感じ。これ今で33度ギリギリですね。これ以上上がってしまうともうテンパリングが崩れてしまいます。じゃあテンパリング崩れたらチョコレート固まらへんのかって、固まるんですよ。チョコレート固まるんですけど、固まったチョコレート自体に白く筋が入ったり、全体が白くボワーっとなんかマットな感じに仕上がってしまうのが、テンパリング外れた、崩れた状態です。でこの現象を僕らはブルームっていう現象で説明しますね。でそうなるとどうなるのかって言ったら、見た目の問題と口どけですねが非常に悪くなる。でチョコレート出来上がってからも早く固めたくて冷蔵庫に入れてしまう方いらっしゃると思うんですけども、あまり冷蔵庫に長時間、入れてしまうとさっき言ってたブルームみたいなものが起きようとしますので、できるだけ室温の涼しいところで固めていただくか、冷蔵庫入れてももう 2,3 分ぐらいの時間やと思ってください。でこれ、見ていただいて分かるんですけど、ここちょうどゴムベラについた上の方の縁はテンパリングされてるチョコで固まろうとしてます。こうやってほら